絶対に行くべきカラフルな世界遺産の街、グアナファト。本場のメキシコタコスを食べ歩きしながら観光してみると一日あっという間だった。少し歩いたらタコスを食べる。もう少し歩いてまたタコスを食べる。色合いも味わいも豊かなこの街を一緒に冒険しましょう。ポコ旅ライフ。メキシコ中部グアナハト州の州都グアナハト、銀鉱山で栄えたこの町の中心には地下トンネルとカラフルな坂道が続く世界遺産の歴史地区があるんです。現地時間11時18分、ちょっと遅れましたが、グアナハトのバスターミナルに到着しました。まず今回のグアナハト観光の前にチケットを購入しました。翌朝のサンミゲルでアジェンデ行きの分と、さらにあさってのメキシコシティ行きの分です。あと、お水も買いました。グアナハトの水道水は飲めないから要注意です。さて、ターミナルの目の前に来たバスに乗って、今回の観光地である旧市街に向かいます。乗り方なんですけど、まず乗車するときに運賃8ペソを運転手さんに手渡します。現金のみだから要注意です。ターミナル発セントロ行きは20分から30分ほどで到着しますが、セントロにある大聖堂で降りられるよう Google マップを見ながら乗車していきます。街並みカラフルですね。コロニアル建築がいい感じ。ここでグアナファトの基本情報です。グアナファトは州都ですが、人口は 19.5 万人。大都市のように郊外へ広がるというより、山あいにギュッと詰まったコンパクトな街なんですよね。だから歩いてると、坂、路地、広場、教会が次々と出てくるんだって。来た来た来た、みんな来たぞ。グアナハトといえばの地下トンネルに突入しております。ここ昔は川だったんだけど、洪水対策でトンネルにして今は道路になってるんだって。こんなトンネルがたくさんあるらしく、バスに乗ってる時からワクワクしますよね。今回の観光地、ソナーセントロの標識も見えますね。バス降りたら徒歩で観光する予定です。だんだんグアナハトのセントロらしいカラフルな街並みが見えてきたね。お次は治安についてなんですが、セントロ周辺は外務省情報ではレベル1、十分注意のエリアです。観光地化されてるんで、ある程度治安や清潔感はあるんじゃないかなと予想はしています。そろそろ大聖堂前なんですけど、最後に観光時の服装についてです。グアナハトは年間平均気温約19度。ですが、標高は約2000メートルと高いです。なので、日差しが強くても、朝晩は冷え込むから、上着は持って行った方がいいのと、山あいの街だから、スニーカーが推奨です。約30分でセントロに到着しました。メキシコっぽいビタミンカラーだ。これがグアナハト聖母大聖堂ね。すごいね、グアナハト。山あいにこんなにカラフルな家々が詰まっとるんだね。すげえ、ディズニーのリメンバーミーのそのままじゃん。昔、銀鉱山の繁栄で発展した世界遺産の街なんだってね。この後の観光が楽しみだね。さてと、今回のホテルに荷物を置いたので街歩き開始です。ここからはなぜグアナハトに行ってほしいのか、その理由となる見どころをバンバン紹介していきます。皆さん、私、このグアナハトで今日やりたいことあるんですよ。それはタコス食べ歩きです。タコ。グアナハトにはメキシコ定番のタコス屋たくさんあるそうなんで、今日は何軒か回りながら観光したいですよね。さて、こちら、生地のトルティーヤがトウモロコシか小麦か選べるお店だったので、トウモロコシにしました。来た。生地からトウモロコシの香ばしさすでに漂っております。熱い。オープンザタコ。2枚重ねなんですね。めっちゃいっぱい入ってるわ。サルサが乗んないぐらい入ってる。サルサは今新鮮なものに取り替えてくれました。サルサといえばね、自分で DIY していく喜びがあることだからね。辛いかな？辛くないかな？かけちゃえー！みんなに知ってほしいことを話すんだけど、タコスにはライムかければかけるほどうまいってことだ、ポコ。なんでこんなうまいの？何よりトウモロコシの生地がうまい。それと、サルサベルデは辛くなくて酸味増しって感じですかね。あと豆も入ってるわ、これ。
豚肉は量も多いから食べ応えがあるんだけど、ライムのさっぱりさがあるから大味にならないでずっと食べられますね。メキシコってタコスをコーラで流し込むのが義務教育らしいんですよね。タコス屋さんはそもそもお酒の提供が少ないです。今度は赤いソースでもかけていくか。めっちゃ辛かったらどうしよう。やっぱパクチーはね、日本のやつより全然匂いがないね。もうバカスカ入れてくよね。そんでもってライムを絞ってったらもうこれは優勝ですわ。やべ、赤いサルサめっちゃ辛いわ。本場メキシコの赤サルサの火力を見誤ったわ。かつ、今回はチーズ入りタコスなんで、ジャンキー寄りになったのがいいね。まあ何包んでもうまいのは、この店のトウモロコシトルティーヤが全てを調和させてくれてるから。間違いない。この店は、ほんとトウモロコシの風味豊かで、トルティーヤうますぎる。メキシコのレストランはメニュー価格に税金 16% 込みの明瞭会計ですが、プレカ支払いできないタコス屋さんも多いので現金は必須です。またチップは10から 15% ほど机に置いてあげるといいんだって。ごちそうさまポコちゃんです。タコスエネルギーで午後の観光も頑張ります。観光一発目は白亜の美しいキャンパスを持つグアナハト大学。文化、学術、芸術の中心として街を支えてきたんだって。ポンコツも入学させてください。お願いします。お願いします。グアナハト大学公式ショップでお土産もゲットしました。すっかりファンになっちゃったミーハーなアーシー。蜂がシンボルマークなんだって。お次はグアナハトで検索かけたらよく出てくる場所。平和広場からのグアナハト聖母大聖堂です。さっきは外観を見ただけだから改めて中に入ります。外観の原色、黄色、赤とは打って変わって、内装は白地の壁に黄色の差し色で、思ったより可愛くて乙女心くすぐってきますね。銀のシャンデリアがあるのは、ここが昔銀がたくさん取れた街だからなんだろうね。さて、テントロの見どころ、またも紹介していきます。天気も良くていい街歩き日和だこと。1903年完成の旧州庁舎。現在は文化歴史博物館として公開中らしいんだけど、日系メキシコ人のキヨと太田さんが個展やってました。それからグアナハトは画家ディエゴ・リベラの生まれた街でもあります。彼の作品は革命や労働者、民族の誇りをテーマにしたものなんだって。山あいの街だけあってさ、結構坂道も多いんだけど、常にカラフルな建物が見えるから苦じゃないんですよね。しかも小道には将来のプロサッカー選手もいたりするんで、目的地まで楽しい街歩きができるのがグアナハトの良さでもありますよね。なんか音楽聞こえてるからこれは行くしかないっしょ。ステージで演奏されてるんだけど、これただの路上ライブじゃなさそうっすね。調べてみたら、今日は毎年グアナハトで開かれるセルパンティーノ国際芸術祭の期間中だったポコ。イエーイ。そして、今、グアナハト大でやってる演劇が、この芸術祭の原点とも言われる伝統演劇なんだって。創作意欲高まりそうな日に来ちゃったみたいだ。ここ、グアナハト大学の図書館の前なんですけど、目の前では古本市場も開かれてますね。図書館の前でボケっとしてたら、大学関係者の方がなんと中を案内してくださりました。うわ、すごいな、この本の数。ここには15世紀の古書を含む約6万冊の資料が所蔵されているんだそうです。背表紙の文字がかすれてしまってもはや読めないような本も並んでいます。本から漂ってくる古感がやばいね。なんだかグアナハトの歴史の長さが一発で伝わってくるようなすごくいい図書館でした。せっかくなんで古本市場も見ときましょうか。どの本もいろんな人に読まれながら旅してきたんだろうね。古本市で次の誰かに渡る限り、この旅はまだまだ続いていくってことだ。
お次は聖ベレン教会。オレンジっぽい外観は年季が入ってるね。あれ、外観の派手な色に比べて内装がパステルカラーで統一されてて可愛い感じですね。綺麗だし、リノベーションしたのかな。分かってはいたけど、山あいのあちらから坂が多い。みんなもスニーカーで来た方がいいわ。さて、坂を登って出会ったのがアルフォンディガ・デ・グラナディータス。もともとは巨大な穀物倉庫でメキシコ独立戦争における最初の大きな勝利の舞台でもあるんだって。スペイン側がここに立てこもってしまった結果、メキシコの英雄ピピラが石板を背負って銃弾を防ぎながら、この扉を焼き破ったというエピソードも残ってるんだって。この後、そのピピラがいる丘にも向かうんで、みんなこの倉庫のことちょっと覚えとってね。そんで、倉庫にいる時から聞こえてたんだけど、芸術祭だからか、いろんなところでステージ演奏してるんだよね。警察の方もすっげえ歩いてるから、治安面も安心ですね。今はリハーサル中っぽいですね。このラテンって感じの歌い方とメロディーがメキシコ来たーってなるよね。いやー、グアナハトすごいね。ちょっと歩いただけなんだけど、めちゃくちゃ楽しいっすわ。もはや慣れてきちゃうくらいに、カラフルな家は常に目に飛び込んでくるし、それに今日は芸術祭のおかげで、さらにテンション上がる街歩きもできてると思うわ。しかも楽しいだけじゃなくて、随所にトンネルもあったりなんかして、この街の成り立ちを感じるような、歴史ある場所とも結構遭遇するんで、散歩がはかどるはかどる。あと、街歩きに疲れてきたから、カフェでも入るかじゃなくて、タコス屋入るかができる。これもグアナハトのいいところですよね。さて皆さん、タコス巡りの旅2軒目ですわよ。ここも英語通じなかったので、タコスのカベッサ、ビステックというものを缶で頼みました。で、飲み物は、これも缶、一番上のタパロスカってやつにしました。なんとなくで頼んでしまったこのジュース。色は黄緑色のポコ。正体はキウイジュースでした。全然シロップしてないから、フレッシュさ抜群で、タコス前から完全回復です。調べたら、今来たこれ牛ステーキタコスだね。うわ、見て、卓上サルサもさ、お店によって全然違うんだね。ここはサルサメヒカーナがツヤッツヤでうまそうだ。やべえ、ただでさえ肉多いのに、サルサ入れたら重すぎてモテねえ。っていうかそもそも包めねえ。これは嬉しい悩みです。口当たり、しっかり牛肉って感じ。味付けはほぼなし。サルサメヒカーナのシャキシャキ野菜感とさっぱり感がお肉にぴったりだわ。ここの店の生地は小麦かな？っていうか、180円でこの肉の量、そしてトルティーヤ2枚重ね、フリーサルサはエグすぎるって。みんな、このヤバすぎる肉の量を見てくれ。お次はカベサなんですが、いや、肉多すぎんだろう。こんな嬉しい困りごとあります？頭肉ですね。ふわっと広がりやすい部位っていうのもあるけど、この量はやっぱすごいですよね。あとね、サルサメヒカーナの玉ねぎが時間経っても全く辛くならないの。何これ？グアナハトって魔法使ってんの？だからいっぱい入れたくなっちゃいますよね。コラーゲンを感じる大量のお肉、もう最高ですね。このお店にはお肉星人の底のあなた、ぜひ入ってください。もはや語るまいですわ。1軒目はトウモロコシトルティーヤが大優勝してたけど、この2軒目は牛肉が大優勝してますね。街歩きのついでにタコス食べ比べできるとか、ほんといい街ですわ。活気あるローカルタコス屋さんのおかげで腹持ちも記録も完全回復だポコ。お次はタコス屋近くのあの青い屋根の建物に向かいます。この建物実は屋内で市場を開いてるんです。びっくりでしょ。イダルゴ市場っていう超ローカルな市場なんですよね。食材とかお土産とかタコス屋さんなんかが並んでますね。もともとは鉄道駅として設計されたんだけど、計画変更で市場になったんだって。せっかくなので市場で買い物してみますか。一番辛い唐辛子をくださいと伝えてみることにします。スマホ画面を見せて早速伝えてみたところ、一番辛い唐辛子、なんと同率1位がたくさんあるらしく、
あれもこれもと詰めてくださりました。結果10種類は詰めてくれました。こんなに入ってたったの180円です。現地の方を支える台所なんですね。ちなみに私のスペイン語力はグラシアスのみなんですけど、現地の方たちはそれでも理解しようとしてくれる優しさがあるんですよね。この優しさも当たり前じゃないと思うんで、グラシアス以外もなんか言えるよう勉強してくればよかった。この子はちょっと根血っぽいけど、メキシコ原産のチワワっぽい見た目ですよね。そしてこちらはお疲れなワンチーです。観光地だけど野犬も結構多いですね。さて、今度はやってきたのは口づけの小道です。こちら、恋人たちが訪れる人気のスポットとなっております。みんな見て、この路地の狭さを。実は、敵対する家の娘と息子が向かい合う窓越しにキスを交わしたという悲しい恋の伝説が残っている場所なんですよね。でも、今日では二人の愛の結晶が両ほっぺにチューされております。今度こそハッピーエンドだポコ。あっという間に5時前になっちゃった。まずいな。まだみんなに見せたいものたくさんあるのに。晩ご飯のビールまで街歩きにラストスパートをかけます。この辺り、イギリス国旗がたくさん出てますね。何か関連する建物があったり、イベントをやってたりするのかな。そしてね、顔を出してくるトンネルたちもいるんですよ。山にカラフルな建物が惜しみなくあるから、ついつい上の方だけ見がちなんだけど、地下トンネルも多いんですよ、この街。変わってますよね。何より、上も下も観光できるという、守備範囲の広さがすごい。いや、面白い街だ。パポンメキシコイエーイお次は、目の前の広場が憩いの場所ともなっている、グアナハトセントロの顔、ウアレス劇場にやってきました。外観の重厚さが街の格上げに貢献しちゃってるよね。ちなみに、この芸術祭でもメインの会場になってるんだって。よし、みんな、今からあのケーブルカー乗ります。そんで、さっき穀物倉庫焼いて、スペインをやっつけたって言われる英雄ピピラに会いに行きます。すでにピピラ見えちゃってるけど、相当でかくないか、あれ。その前に、今日の芸術祭のきっかけにもなった物語の主人公、ドンキホーテとも遭遇しました。ピピラも、ドンキホーテも、グアナハトの街を見守ってるんだね。さて、ピピラに会いに行けるケーブルカーのチケットを買います。約5分ぐらいで頂上に着くんだって。今ちょうどケーブルカー行っちゃったけど、また5分後にすぐ来ました。やば、綺麗すぎないですか？上から見るとこんなにみっちりお家が詰まってたんだ。ちょっと私こんないい場所歩かせてもらってたんですね。頂上から見る景色がワンダホーすぎてもうビビってます。今まで見上げるばっかだったけど、上から見下ろすなら、こんなに建物の色彩の豊かさとぎっしり具合がわかるんですね。365日、24時間絶景楽しんでるピピラ、羨ましすぎんだろ。もうこの景色だけで、なんでこの街が世界遺産なのか、理由は語らずとも伝わってくるようです。あと、こうやって見ると、グアナハトって山に囲まれた街ってのもよくわかりますよね。そら標高も高くなるわけだ。この景色綺麗だと思ったら、高評価チャンネル登録お願いします。さて、下っていきますか。ここにもトンネルがあって、またもやグアナハトらしさ全開。さらにテキーラの元、リューゼスランも咲いてて、メキシコらしさも全開。上り下りは多い街なんだけど、飽きないから全く辛くないし、むしろ歩きたくなる街だわ。日本国旗もたなびく本日の宿に戻りました。寝るだけ部屋って感じですが、トイレバスは個室にあったのと、セントロを歩いて観光できる位置にあったので、助かりました。休憩して外出たら完全に日没しましたね。夜も雰囲気あってこれはまた素敵ですわ。しかもお昼に見た建物たちが軒並みライトアップ中。お色直し後もうっとりしちゃうポコ。あと、暗くなっても観光客は多いままですね。やっぱりセントロの治安はまだ安定してる方なんだろうな。しかも夜でも清掃の方を見かけますし、街の清潔度が高いのも観光時の安心ポイントになりますよね。そろそろ晩ご飯食べたいなってうろうろしてたら、グアナハトのシンボルの前で外ご飯食べてる。気持ちよさそう。いいな。本当は今すぐタコスとビール勝ち込みたいんですけど、
夜の街並みも綺麗だから見に来いって、ピピラから LINE 来たんで、しょうがない。行きます。うわー、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。建物がみっちり詰まってるのもあって、明かりが天の川みたいになってるわ。まあ確かに2回来るのはちょっと大変だったんですけど、これはここに来たら絶対昼も夜も拝まないといけないやつですね。ピピラはメキシコの英雄だから、きっと眺めが一番いい場所に作ってもらえたんだろうね。メキシコといえばメキシコシティとかカンクンの方が有名だと思うけど、この夜景を見るためだけでもグアナハトに来る理由になると思います。ぜひ皆さんもメキシコ中部にあるグアナハトへの観光ご検討ください。昼間は歩いておりましたが、夜はケーブルカーで帰ります。坂道だと人通りがもっと少なくなってると思うんで、皆さんも気をつけてくださいね。さて、今度こそレストランを探しているんですけど、コスパいいし、お酒あるし、タコスもあるしってお店を、観光地のグアナハトで探すの難しいわ。チェーン店だけど、今回はもうこちらのお店にします。しかし侮るなかれ、こちらメキシコ全土にあるほぼ全品35ペソ、つまり全品約300円均一チェーン店なんです。しかもお酒も含まれるという神コスパ。みんな、ビールのお時間ですよ。メキシコといえばコロナ。ビールはガブ飲みメロンソーダが基本みたいだ。みんな、ようやくビールにありついたよ。メキシコで飲むコロナは日本で飲むコロナより格別にうまく感じます。今回の中米旅、すべてのレストランでビールは飲んでないので、飲めるタイミング一つ一つが嬉しい。貴重です。快速で一本開けちまった。お次はこいつ、聞いたことないやつ。マイクロウルトラみたいな名前だ。ビールはガブ飲みメロンソーダが基本みたいだ。口当たり軽い。ちょっと発酵感があって、香ばしいトーストみたいな味もする。今日山の登り降りでよく汗かいたんで、こういう日にはいいよね。お次は噛んできたコロナライト。なんかビール飲みたい欲が爆発してて、ガブ飲みメロンソーダしちゃってます。いい意味で発泡酒みたいな軽さですよね。やばい、料理が来るまでにまた開けちまう。世界にはカラフルな街は確かに結構あると思うんですけど、メキシコに行くなら絶対に行くべきグアナハトです。何より綺麗です。治安もいいし、グラシャス。人が優しい。35ペソ均一なのもあって、いろんなタコスとブリトーを欲張ったら、いっぺんに来ちゃったポコ。ミスったな。回転寿司で頼みすぎたみたいになっちゃったよ。どのタコスも冷めたら絶対にちょっとだけ全盛期より美味しくなくなるんですよ。頼みすぎちゃダメですね。とりあえず分かりやすく丸まってるブリトーからいくか。もうこのブリトーは豚肉と赤ピーマンが入ってた。今日言ったタコス2点より味付けは濃いね。一番濃い。ブリトーは辛くないですって言われたんだけど、結構辛いね。ソテーした赤パプリカが辛みを出してんのかな。チリだ。次のブリトーは鶏肉が入ってて辛くないチリって感じ。見た目チリだけど辛くない。さっき辛かったけどね。コロナビールはタコスを流し込むためにあったんだね。で、この包まってるのはオープンするとエビとかチーズが入ってる。次からはタコ。具がぎっしり。これはね、入ってるのはエビ、パプリカ、チーズ。ずーっと肉のコクが続いてたんで、シーフードの旨味がここに来てめちゃくちゃ美味しく感じる。ではいよいよ本日のタコス旅3軒目の実力を見ようじゃないか。何度でも飯の選択肢になるというこの事実。それだけでグアナハトタコスがうまいってことがみんなに伝わっていると嬉しい。お、
ここもはやバイキングとかビュッフェみたいに陳列されてるんですね。二度と同じタコスは連成できない無限大の組み合わせを感じます。とりあえず、サルサメヒカーナをインしました。エビのやつにね。エビにライムはぴったりっしょ。どこから食べればいいか迷うよね。サルサメヒカーナ、ライム、エビ。この相性は抜群ですな。肉の重みがシーフードにはないので、ひたすらにあっさりさっぱり食べられる。いいお口直しって感じ。この店、どのビール銘柄頼んでも、一律35ペソって強すぎない？せっかくなんで、この店のビール全部制覇します。ビールはガブ飲みメロンソーダが基本みたいだ。これはね、パシフィコってやつ。コロナエキストラよりも少しだけ麦の甘みと柑橘っぽいフルーティーさがあるかな。あと苦味は控えめかな。これもごくごく飲み干せる系だね。このフリットには唐辛子とかよくわかんないやつをフィーリングで入れてみました。フリットがでかすぎて包めない。まあなんかどっかから行くか。このフリットも白身魚をタコスに包みましたっていう感じで、やはりライムとの相性は抜群ですね。次の一口目から唐辛子ゾーンに突入。辛いかも。全然辛くないな。唐辛子じゃないのかなこれ。ビールガブ飲みキャンペーン。次はビクトリア。私これ初めて見たよ。ビールはガブ飲みメロンソーダが基本みたいだ。これはこの店で飲んだ中だったら方向性はマイクロウルトラに似てて、けど口に入れた瞬間にチョコレートみたいな味がする。でも共通して言えるのは全部軽い。個人的にはメキシコのビールはホップを感じないんですよね。このタコスは豚肉にパインみたいなものが乗ってます。溢れんばかりの具です。もうまいわ。うまいです。この豚肉とパインが乗ったタコスは味付けシンプルですね。大量のサルサメヒカーナとライム汁がめちゃくちゃに抜群の相性。っていうか、お恥ずかしい話、私パクチー好きじゃないんですよ。日本だったらまずパクチーは入れないんですけど、山盛りで入れまくってますね。胡椒抜きでうまいです。タコス屋3軒目のこちらは大手チェーンなのもあってクレカ支払いができました。チップは端末に入力するスタイルでした。正直タコス目当てで来たんだけど、ビールも均一価格ってのが安心して頼めたからよかったよね。タコスコーラで流し込むのもいいけど、タコスビールで流し込むのは、そりゃもうえがったです。夜のグアナハトの旧市街は、昼とはまた違う幻想的な雰囲気ですよね。昼はカラフルな風景として家を見てたけど、そこに住んでる方がいらっしゃるから家に明かりが灯っているわけですよね。夜は現地の方の暮らしを感じられて、これもいいですね。あたいいとこ住んでんじゃないの。最後の締めは、この夜景を当てにビールを飲める場所にするか。さっきは1軒目にぴったりな軽くて飲みやすいメキシコビールばっかりだったから、2軒目は気分を変えてしっぽり飲めるクラフトビールしかないっしょ。ビールはガブ飲みメロンソーダが基本みたいだ。マジか。レッドエールを頼んだんですけど、黒ビールみたいなコクとカラメルっぽさがありますね。でもアルコール度数が 3.8% しかないんですよ。低い度数でこのどっしり感は2軒目の締めにもいいし、肝臓にも優しい気がしてきますよね。ビールはガブ飲みメロンソーダが基本みたいだ。美味しいね。これはビールの苦味が後味に少しあるだけで、ヨーグルトみたいなキュッとした酸味にラズベリーの風味が加わってますね。こいつも締めにいいデザートビールですね。
絶賛グアナハトの皆さんの家の明かりを当てに飲ませていただいております。うんうん。あと、お通しのポップコーンがバター効いててうまいっすね。映画館じゃなくて映画みたいな場所で食べてるのもまたひとしお。いや、ひとバターだわ。そろそろ閉めるらしいんで、残念ながら急いで飲みました。けど、グアナハトの綺麗な夜景を見ながら飲めて、すごくいいお店でした。ビール好き行ってみてほしいです。あれ、この道にこんな露店あったっけ？あ、そうか、夜営業のタコス屋台が出店し始めてる時間なんだね。グアナハト観光地だけど、ちゃんとローカル感も抑えてくれてるから、やっぱいいよね。やべ、たらふく飲み食いしたってのに、見てたらタコス欲上がってきちまった。全くスペイン語はわからんけど、タコス欲高まってしまったんで、ガチローカルな屋台タコスにトライしてみます。食欲は恐怖に打ち勝つってことをみんなに証明するわ。屋台だけど、思ったより見やすいメニューで初心者には優しいっすね。あ、さっきのチェーン店より日本円だとさらに100円も安いですね。コスパ崩壊しとるやんけ。オーダー担当の方に、ビステック、タコス、ワン、ウノみたいに伝えてたら、無事整理券をいただけました。プロの手つきで淡々とブリトーを作っておられます。屋台でも本格的なラインナップを楽しめるのがいいっすね。目の前で見る鉄板、焼いてる音、さらに肉の匂い、五感から食欲を煽ってくるタイプだな。出た。グラシアス。いやーこんな最高なタコスを作ってくれた後には、最高のサルサを乗せるしかないですよね。あー、オッケー。メキシコ人の言うことは絶対なんで、絶対に従っていこうと思います。皆さん、本日の優勝タコスは4軒目のこちらのお店で決まりました。もう本当にパクチーの癖がなくて、ビステックの肉々しさもしっかりある。これに近い味のお店は他にもあったんだけど、これでほぼ200円っていうコスパが優勝の決定打です。他の3軒もちゃんと美味しかったです。グアナハトタコスの平均点が高いからこそですよね。さすがにもう宿に帰ってたんだけど、またもや地元の方で苦うタコス屋発見。ずっと食べ歩いてたら一生宿にたどり着けなかったりしてね。はーい、チャオ。なんと陽気なメキシコ人。いやー、今日はね、歩いたし食べたし、この街を堪能し尽くした一日でした。観光スポットだけじゃなくて、街そのものがテーマパークみたいで、散策がはかどりました。今日の様子で、みんなのグアナハト行かなきゃ欲を高められてたら嬉しいな。さて、宿に着いたんで、おやすみなさい。おはようございます。本日はグアナハトからサンミゲルデアジェンデに向かう日です。まず、ウーバーに乗ってバスターミナルに行きます。セントロに着くために最初に通ったトンネルを今逆向きで進んでます。ここから出ちゃうのちょっと寂しいけど、最後までグアナハトらしさを味わえて幸せな限りですわ。20分もしないで着きました。昨日チケットは購入しているので、そのままバス乗り場まで来ることができてスムーズでした。このターミナルからはメキシコシティにレオン、グアダラハラ方面にもたくさんバスが出てるんだって。チナ、野生の犬猫も豊富です。約10分遅れでしたが、バスが到着してくれました。よく来たね。グアダラハラからお世話になっているプレミアプラスのバスです。詳しい車内紹介は前回の動画をご覧ください。さて、改めてグアナファトの総括ですが、これは絶対に行くべき世界遺産でした。地下トンネルでセントロに出入りするワクワク感。さらに街は昼見ても夜見ても綺麗。そしてタコスは脳汁が出るうまさ。しかもたまたまでしたが、芸術祭でさらに雰囲気よし。現地の方も明るくて親切だったんで、押さない理由はありません。
あと治安と清潔さの安定感が高めなのも良かったですよね。閉国15分ほど遅れた到着ですが、無事サンミゲル・デ・アジェンデに着きました。さて、どんな街なのか、ここワクワクするぞ。次回は旅人が憧れる街、サンミゲル・デ・アジェンデ編です。ポコ旅ライフ。このチャンネルでは日本や海外を旅して観光、飲食する様子を配信してます。皆さんいつもありがとうございます。高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。